愛知県の三河地方、西尾市にある、平坂入江。かつてここにあった平坂港は、三河の水田で採れた年貢米を江戸に、三河湾で作られた塩を信州方面にと、水運で栄えていました。この平坂港と東海道の小境を結ぶ平坂街道は、西三河と東三河を結ぶ重要な物流ルートでした。今日はこの平坂街道を走ってみたいと思います。おはようございます。私は今、西尾市の平坂入江に来ています。かつては海運で栄えたこの入江も、今では利用する船も少なく、物悲しささえ覚えます。本日のゴールである豊川市小境までは、およそ40キロの道のりです。世間はまだ正月休み、道も空いているでしょうし、私も家でゴロゴロしてばかりで退屈していたので、ちょうど良いくらいの距離でしょう。今年もよろしくお願いします。まずは平坂街道の起点である西尾市平坂町方面に向かって北上します。江戸時代初期に徳川家康の命で矢作川が現在の川筋に付け替えられるくらいまでは、今いる寺津から平坂にかけては三河湾に面していました。その後周りは埋め立てられ、現在はかなり内陸になっています。江戸時代、平坂入江沿いには年貢米を納める蔵が立ち並び、多くの妊婦が働いていたそうです。大正から昭和初期にはこの平坂入江と西尾駅を結ぶ鉄道も存在しましたが、1960年代に廃線となっています。この辺りが平坂街道の起点、平坂港のあった平坂村の中心だったところです。ここから東に向かって進みます。西尾市は西三河にある市です。西尾城を中心とした城下町として発展し、その町並みから三河の小京都と呼ばれることもあります。2011年にはず郡が西尾市に編入され、うなぎの養殖で有名な一色町や三河湾の佐久島も西尾市となったため、かなり大きな市になりました。お茶の三大生産地といえば静岡、宇治、狭山と言われていますが、抹茶に関しては西尾市も負けてはいません。西尾市は抹茶の原材料である天茶の生産が盛んで、全国の生産量の約 20% を占めており、西尾の抹茶は全国初の地域ブランドに認定されています。街中には多くのお茶屋があり、抹茶を使ったスイーツをいただける店も多くあります。本来の平坂街道はここを直進ですが、西尾城に立ち寄りたいと思います。西尾城は1200年代に足利義氏によって築城されたのが始まりだと言われ、1500年代に徳川家康の命により新しく現在の城の基礎が築かれました。本丸にある一番高く、天守のように見えるのは櫓で、天守は二の丸にありました。その後明治時代に廃城となり、現在あるのは2020年に復元されたものです。ここから本来のルートに戻ります。本来のルートはここを右折ですが、また少し寄り道をします。このレトロな建物の掛金堂では、西尾の名産である抹茶を生地に練り込んだ大判焼き、掛金焼きが売っています。ほのかな抹茶風味でとても食べやすいです。本来のルートに戻ります。この先は一方通行のため反対側から撮影しました。この辺りは城下町の面影をかすかに残しています。左にあるのが伊分神社です。伊分神社は西尾城の鬼門である北東を守る神社です。1000年以上の歴史を持つ神社で、西尾城主から一般庶民まで広く崇敬を集めてきました。毎年7月に盛大に行われる西尾祇園祭は西尾市の風物詩で、この伊分神社から西尾城にある三剣八幡宮まで神輿の渡御が行われます。
左手に見えてきたのは八ツ表山です。かつては雲母の採掘が行われていたため雲母山とも呼ばれていました。本来の平坂街道は八ツ表山沿いのこの道ですが、渓谷に従い迂回します。代わりに西沖間鉄道が走っていた線路跡の道を行きます。ここから旧国道23号を走ります。矢作古川を渡ります。江戸初期まではこちらが矢作川の本流でした。今は橋で渡れますが、昔は渡し船を利用していたものと思われます。本来のルートはこの先まっすぐですが、工事中のため迂回します。ここから国道23号バイパスと並走して旧国道23号を走ります。今年中にバイパスの蒲郡市内の未開通区間の工事が完了すると、名古屋市内から静岡の浜松市内まで信号なしで無料で行けるようになります。ここで吉良道と交差します。ここより南の西尾市吉良町は忠臣蔵でおなじみ吉良上野介の領地だったところです。演劇では悪役ですが、吉良町では小金包を築き町を水害から救った名君です。古い地図では街道はこの住川沿いのルートと旧平原村を通るルートに分岐しますが、川沿いのルートは舗装されておらず車の通行が困難のため平原集落を通るルートを選択しています。道がかなり細くなりました。石垣が旧街道らしい良い雰囲気を出していますが、何せ道が車幅ギリギリです。こういう道は本来軽トラで走るべきです。旧国道23号に戻ります。ここから額田郡幸田町に入ります。読みは幸田ではなく幸田です。いちご、梨、柿などフルーツの生産が盛んな町です。かつては三河全域が額田県であった時代もありますが、額田郡に属していた他の町は岡崎市に編入されたため、今では幸田町だけです。本来はこの左にある小道が平坂街道ですが、車が通るのが厳しそうなので徒歩で撮影しました。車の映像に戻ります。本来の平坂街道はこの先ですが、通行止めのため迂回します。また少し寄り道をします。道の駅筆柿の里幸田です。幸田町の名産である筆柿の干し柿を買ってきました。ここから先は両サイドに果樹園が広がります。この辺りでは夏から秋にかけて梨狩りが楽しめます。平坂街道はこの右の道ですが、ここも車が通るのは困難のようなので徒歩で撮影しました。両サイドに広がるのは柿園です。筆柿は別名珍宝柿というギリギリの名前も持っています。筆柿の生産は愛知県が全国の約 80% を占めており、そのほとんどがここ幸田町周辺で作られています。車の映像に戻ります。ここで国道23号とは分かれます。幸田町のふるさと納税の返礼品として柿や梨などの農産物はもちろん、意外なものとしてロボット犬アイボやエアウィーヴのマットレスを選ぶことができます。アイボに関しては全国で唯一幸田町にあるソニーの工場で作られているからです。そして幸田町はエアウィーヴ発祥の地です。もともとは釣り糸などを作っていた赤字の中小企業が、今や東京オリンピックの選手村で使われる製品を作るまでになったとは、いやはや大したものです。この辺りからは平坂街道は途絶えるので迂回します。JR 東海道本線を渡ります。
左の竹やぶの中に残っている道もあるようですが、とても車では通れないほど細い道なので迂回します。ここから蒲郡市に入ります。この左から来た平坂街道と合流します。蒲郡市は東三河の市です。海側は水産業と観光業が盛んです。山沿いでは温暖な気候を利用したみかん栽培が盛んです。平坂街道はこの正面の道に続きますが、道路を渡れないため迂回します。ここからゴールの豊川市小境まで、私は Google マップが示す平坂街道には懐疑的です。明治時代の地図と見比べてみても、明らかに当時は存在しない道を平坂街道としているからです。できる限り古いルートをたどりたいので、独自に調査したルートを走ることにします。この辺りは昔の蒲郡村の中心部だったところです。ここから先は区画整理により完全に平坂街道は喪失しています。ここから三河湾方面に向かって南下していきます。この川沿いの道からはまた古い地図で確認できる平坂街道に戻ります。本来のルートはここを左折ですが、また少し寄り道をします。左の堤防の向こうは三河湾です。左奥に見えるのは竹島に続く橋です。竹島は蒲郡市を代表する観光地で、島と本土は約400メートルの橋で接続されています。小腹も空いたのでトマリンに立ち寄ります。一押しは珍しい深海魚を使った海鮮丼ですが、正月で漁が休みだったためメヒカリの唐揚げをいただきました。メヒカリは深海魚の一種で、骨まで美味しくいただけます。ちなみに併設されている竹島ファンタジー館は、貝殻を使ったインパクト強めのオブジェが展示されている人気の B 級スポットです。少しだけ国道23号を走ります。旧街道らしい細く曲がりくねった道が続きます。八剣神社に立ち寄ります。八剣神社は山が海を渡る宮祭りが行われる神社です。ここにも浦島太郎伝説があります。何ですと？あ、よっこいしょ。寿命が延びたところで先を急ぎます。旧宮村の街中を抜けていきます。ここからは再び東に向かって進みます。ここから平坂街道最大の難所と言われた星越峠に入ります。本来の平坂街道はここを左折ですが、また寄り道をします。弘法山と呼ばれたこの山の頂上にあるのは金剛寺です。金剛寺には巨大な小安弘法大師像や、回すとお経を読んだのと同じ効果があるマニ車があります。その他にもラバーズヒルというリア充のための展望台や、そうでない人のための普通の展望台もあり、どちらも三河湾を一望できて眺めはなかなかのものです。星越峠を一気に下っていきます。ここから平坂街道に戻ります。蒲郡市には今日立ち寄ったところの他にも、竹島水族館や片原漁港、温泉など観光地がたくさんありますが、一番大規模なのはこの右手にある複合リゾート施設ラグーナテンボスです。ラグーナテンボスには海のテーマパークラグナシアや
アウトレットモール、フェスティバルマーケットなどがあります。もともとは県、市、トヨタ、JR などが共同出資した第三セクターで1999年にラグーナ蒲郡という名でオープンしました。しかし開業後間もなく赤字に転落、2014年には長崎のハウステンボスを再建した HIS に経営が引き継がれました。現在はそこそこ賑わっているようです。ここから豊川市に入ります。豊川市は東三河では豊橋市に次いで2番目に人口の多い市です。正月だけで100万人以上が参拝する豊川稲荷の門前町として発展した市です。ちなみに豊川稲荷には鳥居があり、狐の像もたくさんありますが、神社ではなく妙厳寺というお寺です。そもそも日本において神道と仏教が混じり合った神仏集合はそれほど珍しいことではなく、赤い鳥居などは仏教の影響を受けていると言われています。明確に区別されるようになったのは明治時代の神仏分離令あたりからで、現在豊川稲荷にある鳥居ももともとは東海道にあったものが戦後になって建てられたものです。この辺りからは区画整理により低坂街道は一時途絶えます。田んぼの中にポツンとあるのは自動乗降の安西所伝承地です。持統天皇は皇室史上3人目の女性天皇です。百人一首の衣保守長の人としての方が知られているかもしれません。ここから平坂街道に戻ります。ここ沢木の集落を抜ければあとは東に進んでいくだけです。朝9時30分頃に平坂街道を立ってからすでに約5時間、やっとゴールが近づいてきました。今日はいろいろなところに寄り道をしましたが、車で走るだけなら2時間もかからないルートです。しかし昔の人たちはこのルートを徒歩で峠を越えたり、渡し船で川を渡ったりと何日もかけて物資を運んでいました。新年早々に北陸では大きな地震が起きて国道が寸断され、支援物資の輸送もままならないと聞きます。改めて現代のインフラの重要度とありがたみを感じられずにはいられません。現在はこの交差点で東海道と交わりますが、明治以前はもう少し南で交わっていました。当時の追分の近くにあった宇多利神社をゴールとします。宇多利神社に到着しました。宇多利神社はほの国と呼ばれた東三河の国づくりをした宇中見宿念の命を祀る神社です。うの文字が示すように境内にはうさぎにちなんだものがいくつか置かれています。この地域では風に強い神様とされており、毎年4月にはこの神社で風祭りが行われます。今日も無事に完走できました。今年も1年よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。